ご理解第70節。人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をせねばならん。胡椒がもし辛くなかったら胡椒の値打ちはない。人間が霊長としての値打ちに値しないものであったなら、霊長としての値打ちはない。教祖は人間が人間らしゅう、霊長が霊長らしく生きる手立てを教えられたのである。自然の働きを尊重する生き方こそ、道理に合った唯一無二の生き方である。師匠がここで自然の働きを尊重する生き方と教えてくださいます。その自然の働きを尊重する生き方、その自然の働きの中には神様のお心が現れている。神様のお心の現れであるところの自然の働きを尊重する生き方ということになりますね。神様が人間氏子を幸せにせずにおかんというその願いのもとにさまざまなお働きをしてくださる。人間氏子を幸せにするための神様のお働き、それを私どもがそれこそ従前に受け得たときに、神様が私どもを真実の幸福の世界へと導いてくださる。だからこそ私どもが私どもの身の上に起きてくる成り行きを一つ一つを神の働きと尊び大切に受けさせていただかねばならないことがわかりますね。神様のお心の現れだからです。そのお心は人間氏子を助けずにおかん、人間氏子を幸せに導かずにはおかんという神様のそのお心の現れ、それが自然の働きであり、また師匠の表現を借りれば成り行きということであり、教祖様のお言葉では神の差し向けということになるのではないでしょうかね。私どもの身の上に起きてくるその成り行きは、人間氏子を幸せにせずにおかんというその神様のお働きであることがわかりますね。今ピンポンピンポン音が聞こえるでしょうか。まさに神様のお勇みのような感じがいたしますね。成り行きを尊び大切にしていく。そこに神様が次のことへと導いてくださる。師匠は仕事が仕事を教えるということがあると教えてくださいましたが、成り行きが私どもの次の世界へと導いてくださる。真実の幸せの世界へと導いてくださるのですね。もちろん私どもの御用という意味においてもそうだと思います。次の御用へと神様が導いてくださる。もうやがて1ヶ月近くになりましょうか。ある方からその私のこのお話のブラジル語翻訳はないのですかとコメントがありました。それでブラジル語はちょっと難しいので日本語の
何と言いましょうかね、字幕をつけると YouTube の方で世界の国に自動的に翻訳をしてくれるというのがあるのが分かりました。それでその数日後から日本語の字幕をつけることにしました。そして最近改めて、これは声で語る、話す、伝えるだけではなく、文字によっても伝えることができたらいいなと思うようになりました。そして今朝、新中記念の時にふと思わせていただきましたことは、そうだ、文字がもうすでにあるなと思わせていただいたのです。わざわざその本を書き下ろすというのでしょうか。それはなかなか大変なことだけれども、日々お話しさせていただいているのが、その字幕をつけていますから、YouTube にその字幕だけをダウンロードするという機能があるのですね。ですから、そのビデオに字幕をつけるということは、それはすなわちその文字起こしをするのと同じことになるわけですね。もういわば本の素材がそこにできつつあるというわけです。恐れ入りますね。私が最初からいずれ何か本を作る必要があるなと思い、何か書かなければいけないと言って書き溜めたものではなく、そのブラジル語の翻訳がありませんかと、直接はできないから日本語の字幕をつけて、それを Google さんに翻訳してもらおうと、その一つ一つの成り行きを大切にしてきた中に、これはこれを使って将来はいくつかたまれば本を作ることもできるという、いわば神様が下準備をしてくださっておったのだなと、改めてそう今日は気づかせていただきました。その一つ一つの私どもの身の上に起こってくるその成り行きを尊び大切にしていく中に、神様が次のステップへと、より幸せの世界へと導いてくださるのだなと、改めて実感させられたことでしたね。私どもが計画をするわけではありませんけれども、神様の方が先回りして計画をしてくださって、私どもを導いてくださる。その神様の計画に預からせていただくためには、私どもが一つ一つの成り行きを尊び大切にさせていただく。そのこと以外にはありませんね。またそのこと一つで十分だと、いや十二分だとも言えるのではないでしょうかね。成り行きを尊び大切にする、これ一本でいいのですね。それはそこに師匠と天地金の神様との間にそういう約束があるからです。また天地金の神様が人間氏子を幸福にせずにはおかんというそのご悲願があるから、その現れとしての成り行きなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。